疲れ様です。今更ゲームレビューの大沢です。このチャンネルは発売から時間が経ったゲームをレビューして、アップデートや修正が落ち着いた状態のゲームに今一度目を向けてもらうきっかけになることをコンセプトにやっています。今回は未解決事件は終わらせないといけないからについて今更レビューしていきます。まずは本作はそんな感想なんですが、いいゲームでした。印象的なタイトルとどことなく漂ってくる世間の評判の良さにつられて軽い気持ちで遊んでみたんですが、3時間程度というミニマムなボリュームの中で展開されるストーリーには何度も驚かされて、クリアした時には心地よい読後感を感じることができました。私は普段本作のような短時間で終わるゲームはほとんど遊ばないんですが、小さいボリュームの中に質のいい体験がギュッと詰まっているように感じて、こういういいゲームと出会えるなら今後は積極的に小さいゲームを遊んでみようかななんて思わせてくれる作品でした。この動画では未解決事件は終わらせないといけないからを実際に遊んでみた感想をネタバレなしで語っていきます。ストーリー全振りのゲームだからあんまり喋るとネタバレになっちゃうので、最初にどんなゲームなのかをざっくり紹介し、その後にプレイの感想を話して短くまとめました。未プレイの方は検討の参考に、プレイ済みの方も本作の感想などコメントいただけると嬉しいです。主観のレビューではありますが、皆さんのゲームライフの役に立てればと思うので、ぜひ最後までお付き合いください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。未解決事件は終わらせないといけないからは、2024年1月に発売されたアドベンチャーゲームです。開発は韓国のインディーゲームクリエイターのソミさんという方で、パズルのピースのように散らばった情報を正しくつなぎ合わせ、物語の真相に迫っていく作品になっています。本作のストーリーは、12年前に発生して迷宮入りとなった聖火ちゃん行方不明事件の捜査に関わった年老いた元捜査官のもとに、その事件を解決しようと若い女性警官が訪ねてきた場面から始まります。公園で遊んでいた少女が行方不明となり、警察の懸命の捜査も虚しく未解決事件のファイルに収まったというこの事件。女性警官はすでに退職しているかつての捜査官、清崎葵から話を聞こうと訪ねてくるんですが、年老いた彼女の記憶は非常に曖昧で、頭の中にある関係者から得た証言が誰がいつ言ったものなのかがわからない状態になっています。ゲームを始めると SNS のタイムラインっぽい画面が表示されて、この画面が本作のキーである清崎葵の頭の中というイメージです。画面の縦軸が時系列、横軸が証言者になっていて、そこに並んでいる文章が彼女の記憶にある関係者の証言。ですが、記憶がはっきりしない上に頭の中はめちゃくちゃになっていて、12年前の捜査で関係者から集めた証言の内容はしっかり覚えているんですが、その証言を誰から得たのかと、いつの話なのかがわからなくなっています。例えば、画面の一番左列が行方不明になった聖火ちゃんのお父さんの証言なんですが、そこを読んでいくと、明らかにこれ話してんのお父さんじゃないよねっていう証言が出てくるんですよ。つまり、お父さんじゃない人の証言をお父さんの証言だと誤って記憶しているんですね。そこでプレイヤーが行うのが、その証言が本当は誰の証言だったのかを考えて、正しい証言者の位置に移動させることです。正しいところに移動できると、移動した証言が他の証言と噛み合って、当時の状況を一つ解き明かすことができます。そんな風に記憶のかけらを一つずつ確認し、その証言が誰の言葉だったのか、そしていつの話のことだったのかっていうのを考えて、パズルを組み立てるように正しい位置に動かしていくのが本作のゲーム性です。冒頭でも触れましたが、ゲームボリュームはとても小さく、私は3時間半程度でエンディングにたどり着きました。対応プラットフォームは Steam と Switch で、通常価格は1000円手前くらい、セール時だと600円台で買えることもあるようです。ほぼテキストだけで進行する静かでコンパクトな作りなので、時間を持て余した夜に一人でお酒でも飲みながらプレイするのにちょうどいい作品です。この後少し感想も述べさせていただきますが、中身のストーリーはなかなか良かったんで、一本映画を見る感覚で楽しんでみてはいかがでしょうか。それではネタバレに気をつけつつプレイの感想を話させてもらいますが、本作のストーリーはとても面白かったです。あらすじとしては先ほど話したように、12年前に発生した子供の行方不明事件の解決を目指していくというものなんですが、まずゲームが始まって一番最初に見せられる証言が、行方不明になったこの父親が娘を探さないでほしいと懇願している内容なんですよ。なのでもうその時点でめちゃくちゃ父親怪しいじゃんってなるんですが、それに続いて行方不明になったこの母親が娘がいなくなったことをうろたえながら通報してくる証言が明かされます。なので父親は怪しいけど母親は無関係なのかなみたいな予想が頭をよぎるんですけど、さらに安ぎ早に今度は犯人が自首してきた時の様子と女の子がすでに亡くなっているという証言が続けて開示されます。母親は関係なさそうだけど父親は娘を探すなと怪しいこと言ってるし、でも犯人は自首しているようだし、女の子は結局助からなかったみたいだし、
未解決っていう割には犯人も被害者の結末も明らかになってるから、どこが未解決なんだなんて思ったところでゲームが本格的に始まります。システム周りについては最低限の操作を説明されるだけなので、最初はちょっと戸惑うかもしれません。ですが、ある程度触って勝手が分かってくると、今度は一つ一つの証言が放つ違和感や不信感がはっきり見えるようになってきます。この証言、お父さんがしたにしては変だよなとか、このお母さんなんか違和感あるなとか、あの人の話に出てくるこの人って本当にこの人なのかなみたいな。で、その違和感や不信感から先の展開が気になっちゃって気づいたら夢中になっていました。この手のゲームって本来ならプレイが進んで情報が増えれば事件の全容もある程度見えてくるし、いろいろいくつか予想がつき始めたりするはずなんですけど、本作は証言が増えるほど、とか、はぁみたいな声を思わず上げちゃうような予想外のものが見えてきます。私は本作を始めて30分も経った頃には完全に飲み込んでテキスト読み進めていましたね。プレイを中断したくなくてトイレ行くのもちょっと我慢しちゃったくらい。しばらくゲームを進めていくと増えまくってわけわかんなくなってる謎が連鎖的に破裂して消えていくような、そうだったんだなーっていう、よくパズルのピースがはまるみたいな表現されますけど、まさにそういうタイミングがあって、謎が解けていく気持ちよさもしっかり味わえます。でも解けた謎の内容がっていう、詳細はもちろん伏せますが、ぜひ遊んで体験してほしいです。途中 1,2 箇所つまずいた部分もあったんですが、そこも含めて3時間半くらい夢中で楽しませてもらいました。話の盛り上がりとか派手な展開とかはないんですが、不審な事件の謎を解いていくっていう気持ちよさがしっかり味わえる作品です。ぜひ一人で静かに遊んでみてください。ということで、今回は未解決事件は終わらせないといけないからを紹介させていただきました。面白かったですね。この後どうなるのとか、これってどういうことなのっていう疑問とか違和感をいっぱい感じられるゲームなので、ミステリー系の話が好きな人は特に楽しめると思います。ボリュームは小さいし価格も手頃なので、手軽に質のいい体験ができる非常にお得なゲームです。私は今回たまたま一晩予定が空いて気も乗ったので積んでいた本作を思い切って封切ったんですが、予想以上にいい夜を過ごすことができました。字を読むだけのゲームなのでなかなか手が伸びないっていう人もいると思うんですが、3時間空いた時間があるならぜひ本作を検討してみてください。このチャンネルは発売から時間が経ったゲームを今更レビューすることで、発売当時に見逃したりプレイを見送ったゲームに目を向けるきっかけになることをコンセプトにやっています。これからも発売から時間が経って修正やアップデが落ち着いたゲームをライトゲーマー目線でレビューしていきますので、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。